今日はですね、オープン AI が新しく示した次世代 AI との関わり方について掘り下げていきたいと思います。AI を単なる道具じゃなくて、まるで有能な同僚みたいに使いこなすための新しい対話術です。例えば、こんなことを想像してみてください。AI に話しかけるだけで AI が勝手にウェブを検索して結果を絞り込んで、さらには予約サイトにまでアクセスしてくれる。そんな未来がもう本当にすぐそこまで来てるんです。これこそが LLM エージェントの時代が来たってことなんですね。自律的に考えて行動する AI。言ってみればデジタル世界に手と足が生えたようなパートナーです。ただ、この進化があまりに強力だったんで、一部のユーザーが混乱して、ハッシュタグ Keep4War 運動なんてものまで起きちゃったんですよね。じゃあどうすればこの新しい力をちゃんと使いこなせるんでしょうか。そのために一番大事なこと、それは実はテクニックの話の前に、僕たちの AI に対する考え方そのものを根本からガラッと変えること、ここにあるんです。つまりですね、もう AI をただ命令を待ってるだけのツールとして見るのはやめようと。これからは僕たちがマネジメントすべきすごく有能な同僚なんだって捉え直す必要があるんです。受動的なのか、それとも能動的なのか。ただ指示に従うだけじゃなくて、ゴールを理解して動いてくれるのか。ここがものすごく大きな違いなんです。なるほど。AI が同僚だとしたら、僕たちはマネージャーにならなきゃいけないってことですよね。じゃあ、この新しいデジタルの同僚、一体どうやってマネジメントすればいいんでしょうか。その鍵になるのが彼らの積極性。ガイドの言葉で言うと eagerness ってやつなんですけど、これを巧みにコントロールすることから始まります。これが面白いところで、タスクに応じてこの積極性を使い分けられるんですよ。例えば、単純な定型業務なら、細かいマニュアルを渡して、手綱は短く、余計なことをさせない。まるで意欲的な新人を扱うみたいに。でも逆に、複雑でクリエイティブな問題なら、ゴールだけ伝えて大きな裁量を与える。経験豊富なベテランみたいに扱ってあげるわけです。でも、そうは言っても、同僚がどうやって仕事を進めているのか、そのプロセスって気になりますよね。やっぱり信頼関係を築くには、何を考えているのか、その思考プロセスが見えた方が安心です。で、ちゃんとそのためのフレームワークっていうのがあるんです。リアクトフレームワークっていう考え方がベースになってて、AI がまず思考をして、その次に行動するっていうサイクルを回すんですね。で、ポイントはツールのプリアンブル、つまり事前説明を AI に求めること。これをやらせると AI が行動する前に、これからこういう計画で動きますっていうのを教えてくれるんで、僕たちは AI の思考を覗き見できるんです。これによって信頼感も生まれるし、仕事の進め方も予測しやすくなります。さて、同僚の仕事の進め方も理解して、管理もできるようになった。じゃあ次はいよいよ彼らからワールドクラスの最高の仕事を引き出すにはどうすればいいのか、その方法を見ていきましょう。そのためにガイドが紹介しているのが、これめちゃくちゃ強力なテクニックなんですけど、自己反省です。AI に自分で自分のアウトプットを厳しくチェックさせて、質を極限まで高めさせる。いわば強制的な成長ループみたいなものですね。具体的にどうやるかというと、まず AI に良い成果物ってそもそも何っていう評価基準を自分自身で作らせるんです。次にその基準に沿って解決策を作って自分で採点させる。で、もし満点じゃなかったら満点になるまでずっと内部で修正を繰り返させるんです。そして完璧になった最終成果物だけを僕たちに提出させる。すごくないですか、これ。なんでこのやり方がこんなに強力なのかというと、LLM ってよく自分の間違いに気づきにくいっていう根本的な弱点があるんですよ。でもこの方法なら、客観的な基準を AI 自身に定義させて、それに従わせることで、その弱点をうまく克服できるというわけなんです。それでも、もし行き詰まってしまったら、メタプロンプティングっていう手が使えます。これは要するに、AI っていう同僚本人に、ごめん、どういう風に指示したらもっとうまくやってくれるって相談するテクニックです。指示の出し方自体を AI にコンサルしてもらうみたいな感じですね。つまり、ここまでの話で重要なポイントは、
これってもはや単に魔法の言葉、つまり最高のプロンプトを探すっていう作業じゃないんですよね。新しい種類の知性とどうやって一緒に仕事をしていくか、そのための認知的なワークフローを設計するっていうもっと大きな話なんです。プロンプトエンジニアリングが進化していく中で、あなたの役割も変わっていきます。単なるユーザーからこの新しい知性をタクトを振って指揮するオーケストレーターへと、そうやって信じられないような結果を生み出していくことになるんです。さあ、明日からすぐ使えるように今日解説したテクニックをチートシートにまとめました。AI の振る舞いをコントロールしたいときは積極性を調整する。質の高いアウトプットが欲しいなら自己反省をさせる。AI が何を考えているか理解したいときはプリアンブルを要求する。そしてコミュニケーションにこもったらメタプロンプティングで AI 自身に相談する。ぜひ覚えておいてください。このツールから同僚へっていう考え方の転換、パラダイムシフトこそが何よりも大きなポイントです。そして最後に皆さんに考えてみてほしい問いがあります。AI はあなたの新しい同僚です。さて、あなたはそのマネージャーになる準備ができていますか？